はい、皆さんこんにちは。今日のゲストは高野上泉さん。高野さんは日本テレビで放送作家を経て、その後は石川県羽咋市市役所に勤務し、日本初の UFO 資料館として宇宙科学博物館コスモアイル白衣を開館。またローマ法王に巫女原米という石川県羽咋市ブランドのお米を献上するなどして町おこしに成功し、今現在は日蓮宗本正山妙法寺第41世の住職さん。そんな異例な経歴を持つ高野さんは自ら UFO 宇宙人について探求してきたんです。彼が見てきた世界とは。はい、皆さんこんにちは。今日もね、対談のお時間です。今日のスペシャルゲストは高野上泉さんです。はい。よろしくお願いします。いや、ありがとうございます。本当に楽しみにしてました。ああ、そうですか。はい。高野さん、今、住職さんそうです。されてますよね。はい、ただ、UFO とか宇宙人の知識が半端ないということをお聞きして、昔から独自でその研究とか勉強してきたっていう感じなんですか？研究っていうか、僕はその書いたものは信用しないんです。要するに情報っていうのは、そのインテリジェンスというか情報は人間が発するものなんで、はい、その発した人間に直接聞きたいっていう情報収集、これ本当なのかどうなのかっていうところを確かめたいっていう。まず UFO 宇宙人といえばロズウェル事件、はい、あれって真相何だったんですか？もう結構はっきりしてるんですか？高野さんの中では。非人類のクラフトが落ちたんですね、はい、で中に操縦している生き物がいた、はい、で中に1匹は生きてた。あとはまあ死体ですね、ボディ。実際に地球外のものだった。地球の文明を由来しているものではない。ただよく考えてみるとですね、地球以外からこんな地球へやってきてるっていう高度な文化文明にとってみて墜落するっていうのは異常なことなんですよね。高度な技術だけど地球外ではないんですか？いや、意図的なんですよ。あ、意図的？ええ、わざわざ落としてるんですなるほどね。なんか僕もちょっとその線考えたんですよね。もしかして僕たちになんかちょっときっかけを与えるために意図的に。そうです。それをリバースエンジニアリングしなさいよと言ってイノベーションだけのスピードを上げさせるっていう。実際にその乗っていた方々はどんな方々？まあ、簡単に言うと生物ロボットですね。あ、ロボットなんだ。本体ではないです。あ、そうなん。あれロボットなんですか？ロボットです。彼ら繁殖能力がないから人類をアブダクトしてとか言うじゃないですか、はい、それは本当なんですか？彼ら自体をこう増殖しようという目的ではないですね。彼らを使っている本体っていうのは人類そっくりなのがいるんですよ。あ、見た目はグレーっぽくはないんですね。全然違います。街歩いてても多分分かんないですね。例えば人間が他の星へ行った時に自分たちが直接乗り込まないでロボットにさせるっていうことありますよね。マースローバーみたいなので行かせて、そうか、普通に危険な地域だから、その現場に一番最初に駆けつけたジェシー・マーセル少佐、はい、でその息子お呼びしたんですよ。お会いしたんですか？会いましたよ。何を一体見たんですかと。そのお父さんが最初に自宅に興奮して持って帰ってきて、息子よ起きろ、地球以外のものをもう見せてやると言ってジュニアを叩き起こしていろんな実験を自宅のキッチンでやっちゃうわけですよ。ペラペラな金属なのにバーナーつけてバーッと模してみたりなるほどね。で表面に書かれた文様、お父さんと2人で証言して書いてもらったものを僕もらったんですよ、紫色のその文字なんですね。やば。でロズウェル空軍基地の方へ一回、戻ってるんだけど、その前に残骸の一部を穴掘って自宅の庭に隠しましたっていう隠したんですか？そうです。でも時代的に言うとやっぱその頃から急に技術が発展したじゃないですか。いろんなものが開発されてて、やっぱそれはそういうことなんですか？そうです。初めてのコンタクトがそこだったんですか？ロズウェルだったんですか？当然もっと前にはあるんですよ。もっと前っていうとリチャード・イー・バード少将の南極のハイジャンプ作戦であったり、そのナチスが実は UFO 研究みたいなのを南極でしてたっていう。僕はね、そのナチスドイツが UFO 研究というか UFO の開発をやっていた最後の生き残りヘルマン・ウェル博士に直接お会いしたんですよ。でフランクフルトでお会いして僕をこう育ててくれたコールマン・ボン・キベツキっていうハンガリーの旧帝国海軍の軍事将校で、彼が合わせてくれたんですね。何をこうしようと思ってたんですかって聞いたら、一番最初の取っかかりはですね、UFO はアメリカ軍が作ったもんだとナチスドイツは思ってたって言うんですよ。その超最新の実はアメリカ側だと思ってて、フォッケウルフっていう偵察機からですね、実は撮影してるんですね。その写真もいただきました。でこれを見て、でヒットラーはこれ以上のものを作れという命令があって、私たちが実はこれを開発したんです、作り始めたんですと、ジェットエンジンをつけて、でその次最終段階は何かというと液体水銀使ってるんですよ。液体水銀に高速の電磁場を与えて物を浮上させるっていう。だからナチスドイツの一番最後の終戦を迎えるちょっと前
水銀をめちゃくちゃ欲しがった。はあ、そこに使いたかったんですね。そうです。実際それは成功してたんですか？それほど実用的なものではなかったっていうのはヘルマン・オーベルト博士の見解ですね。確かハイジャンプ作戦で南極に向かったら追い返されたみたいな高度な UFO なのかあるんですかね、そういったお話も。月はそうですね。月はそうなんですか？月は二度と来るなと言われたっていう。あれ本当なんですか17号一番最後の船長、テキサスの彼の自宅によく遊びに行ってたんですよ。キャプテン、なんでアポロ17号で終焉を迎えたんですかこの計画は。だって18号19号もう作ってたじゃないですか。ありましたよね。彼が書いた本の一番最後はラスマンズムーン、だから月最後の男になってるんですよ。どうして月行かなかったんですかって聞いたら来るなって言われたっていう。それは誰に言われたんですか？月にいた連中から電波を使った信号じゃないですよね。違う、脳内に語りかけてくる。やっぱよく言うんですよ、宇宙人どうやって喋るんだみたいな。間違いなくテレパシー系ですよね。公文書あるんで後で見てもらえばいいんだけど、CIA がやってた実験で月の基地、非人類がいるところの基地の中はどうなってるんだっていうことをセンシングやったんですよ。超能力者使って。火星とかでもやってましたっけ？やってましたよね。月も火星もやったんですよ。で実際に基地があって探知してることを彼らに悟られたんですよ。彼らは長けてるからその能力に。そうです。パラサイコロジーも含めてのテクノロジーがすごいんですよ。僕はそのアポロで周回軌道に入っている指令船の中から撮影したクレーターの写真いただいたんですよ。キャプテン何見たんですかって聞いちゃったんですよね。したら構造物だったっていうね。まずタワー、数百メートル以上の高いタワーがあって、あるいはクレーターの中にこう人工物ですね、遺跡の跡のようなものがある。でそういった写真を何枚かこういただいたんです。直接こう面会したってことはおそらくないですよね。クレーターの先に止まってて見てる、こっちを見てるっていうのがありましたね。観察はしてるっていう。びっくりしたのはですね、そのサーナ船長のご自宅にですねキッチンがあって、キッチンの戸棚の中からですね G2 マニュアル、コード表なんですよ。コード表をで大きな声で俺が言ってるように UFO なんかいるわけないだろとおっしゃってバッと開けてですね UFO っていうところを指さすんですよ。実際にね。そしたら地球から飛び立ってって海抜4万キロ以内で目撃された場合にはボギーと呼びなさい。隠語みたいなのがあるんです。そうコード表なんですよ全部。月の軌道上に向かう途中見た場合にはスカンクと表現しろって書いてあるんです。で月面の軌道上あるいは月面で見た場合にはサンタクロスと言いなさい。で聞いてる連中はUFO いたっていう解釈で今日はダブルボギーだって言っちゃうんですよね。2個のボギー、つまり2個の UFO がついてきてるよっていう。もう序盤から割とついてきたってことですね。なんでここまで技術が発達したのに行かないのってみんな疑問に思うんですよ。だから頼むから地球人もう邪魔しないでくれ。邪魔しないで、これ以上来てくれるなっていう。来てほしくないんですか。だからアルテミス計画とか次あるんだけど、で女性初ですよね。いや僕は失敗すると思ってるんですよ。ちなみによく言う映像あるじゃないですか。月の偽物で作ったんじゃないのってよく言われるじゃないですか。あれは実際に撮られたものなんですかね。テキサスにあるですねジョンソンスペースセンターのところに収蔵庫があるんですね。動画とそれからスチールが全て収まってます、僕そこへ入るアクセス権持ってたんですよ。何者なんですかマジで。いやただの田舎の坊さんなんですけど、お友達とかになって広報部長友達だったんですよ。見たいかって言うんでぜひ連れてってくださいなんつってオメガっていうところから入ってって引き出し開けてどんなものがあったんですか。 UFO と書いたフッテージありましたね。あったんですか。ありました。いろんなジェミニア計画とかいろんなさまざまな計画の時に撮影された UFO なんですよ。いろんなのが映ってる目撃されたものが。それをこれは特ダネを手に入れたと思って時効だから言うんだけど広報部長ですねチャックにちょっとこれ俺ロサンゼルス帰ってリプリケートしてあんたの自宅を送り返すからでまた密かにここ返しといてねっていうことをやったことあるんですよ。結構機密なものですよねおそらくそれ。ちょっとやばかったですね。帰りに飛行機なくなっちゃってました。予定されてたロスから成田へ帰る飛行機が消えてたんですよ。そんなことも彼らやりましたね。空港カウンター来たらお客様のはございませんって言われて恐ろしいですね。最初からこうなってます。バカなことないでしょって昨日離婚ホーム入れて OK なってるのになんで1ヶ月後に伸ばされてるわけ。いやいいです1ヶ月後ちょっと脅しみたいのがやっぱあるんですね。ありましたよ。レミントンかなんかライフルのこのレザーの標準でこう狙われてよく映画で見る、暗殺されるようなあれ狙われてやられたんですか。買い物袋持ってドアノブに手かけたんですよ。だからポツンとここにレザーが出て赤い点、赤い点がシューッとまっすぐ降りてくるんですよ。ピ
ボット使ったに違いないですよ、これを。でここに止まるんですよ、手の甲に。手に止まる。なるほここにどね。ずっと止まったドアままノブのね。あーっていう思いですよね。でこう後ろ振り返ったら何にもないでしょ。どっから狙ってんだっていう。それは無事だったんですか？でもそれは無事でしたね。エドワード・テラーって人にお会いしたその帰りこの UFO 問題に深く関わってた人ですね。ああ、なるほどね。サイン計画、グラッジ計画がありとあらゆるアメリカの早期の UFO 計画に全部こう科学者と顔を出してるんですよ、そこに。だから僕は直接聞きに行って、もう一つは旧ソ連のスターピースとアメリカの SDI 計画が連合して地球防衛コースを作ってたんですよ。それ知らないですね。でそれを発案したのはエドワード・テラー。はあだってレールガンなんて上向いてるんですから、アウタースペース。うわ、レーザー銃みたいな、レーザーみたいな光線みたいなもの、実際に攻撃されたことはないですよね、おそらく。ぶっちゃけて言うと被害ないですよ。こんなだって過当な地球人類を滅ぼそうなんて。そこなんですよね。でもそんなこと思ったら一瞬でもう潰してますよね。縄文時代とかにもですよね。もう完全にデススターみたいな感じで破壊しちゃいますよね。終わりですよね。そうです。びっくりしたのは、その米軍が使ってた宇宙科学入門っていう、でその教科書で UFO に関するカンクルージョンってあるんですよね、結論。ずっこけたんですよ、それ見て。UFO は今から5万年以上前から地球にやってきてるとはっきり書いてます。教科書に？そうです。これまでの有用な与えられたデータから4種類。あ、もう種類までも分かってるんですか？異なったエイリアンの地球にやってきている。このことについては、軍人としたら寛容な態度でこの事実を受け止めなきゃならないって書いてある。ああ、知っといてねぐらいの感覚で。そうボブ・ラザールでしたっけがエリア51で働いてた、はいあれもじゃあほぼ事実に近い。あれは事実ですね。確かエリア51は地下ですか？地下に結構そういった施設があって、宇宙人もいるにはいるんですかね？いるだろうでしょうね。だろうぐらいです、彼はおそらくどっか記憶は消されてるとは思ってるんですよ。メンインブラックみたいなことができるんですか？多分そういう技術ってあるんだろうと思いますね。 MIB は本当にいるんですか？ FBI のデソーサなんかはいると言ってましたね。言ってるんですか？だから彼遭遇したんですよ。911の時に旅客機がぶつかってるはずなんですね、表向きには。でもエンジンない、部品一つもない。おかしいなって、次の日道路に転がってたエンジンがっていうなんだこれゃっていう。昨日なかったのになんで今になってエンジンこんなところに転がってんだ。黒いドロドロした粘着質の物質があった。でそれをガラス瓶に取ってですね、サンプリングして回収してるんですよ、 FBI が。本部持ち帰って徹底的に調査しようぜって彼らが持って帰ったんですね、車で。途中黒塗りの車がピッて横付けされて、サングラスをして帽子をかぶった連中が何人か出てきて、君らはこれに触るなと言って身動き取れなかった。で後ろのドアを開けられて、そのサンプリングしたものを全部持ってっちゃった。何者？それで思い出したんですけど、NRO っていう国家偵察局、彼らが住んでいる町があるっていうのが本に書かれててありましたね。あるんですか？ありましたね。いや今バレてますけど、1982年まで誰も知らなかった、要するに世に周知しちゃいけない機関だったんですよ、国家偵察局自体が。本部どこ、責任者誰、長官誰も知らなかった。この予算の使い方何、CA の3倍以上の予算使ってんじゃない、これどういうことっていう。これ何やってんの、誰も知らなかったんですよ。そういった活動してたんですか？ UFO とかそういった研究とか関わってますね。関わってるんですか？いや、そう思うと軍の技術ってどれぐらい先行ってるんですか？まだ非公開の技術っていうのは山ほどあります。例えばパイス博士が考案したプラズマを封じ込める、あるんですか？ありますよ。だから反重力装置だとか全部あるんですよ。特許は出願されてる。しかも軍事特許として。女性がこうつけてるそのマスカラでエアジェルってあるじゃないですか。あれもともとあれも軍のものなんですか？そうですよ、軍事機密です、もともとは。あれは JPL なんかで開発されたジェット推進研究所ですね、なんかで開発されたショックアブソーブ、要するに干渉剤になるんですよ。戦車を上空からパラシュートで落とすんじゃなくて、戦車をこうエアジェルに包んでバーンと落としても、戦車壊れないじゃないか、武器なんか壊れないんじゃないかっていう、そんな技術ですね。それで思い出したんですけど、ケネディいたじゃないですか。ケネディが暗殺された、いろいろ言われてるじゃないですか、通貨発行源なんだって。ただ一部に UFO 説というか宇宙人を暴露しようとしたっていうのがあって、私はこのことについてアメリカの国民に公表しようと思ってるんだっていうメモが残ってるんですね。宇宙の彼方にいる敵がいて、それがいずれか地球にこうやってきてる。でこのことに関してもはや米ソを争ってる場合じゃないと彼ははっきり言ってるんですよ。だからあの時期面白いのは何かというと、マッカーサーが士官学校の卒業式に訴えてる言葉がケネディが言ってたのと同じなんですよ。似たようなこと言ってるんですか？これからの戦いっていうのは宇宙の彼方から来る敵との戦いになるんだっていう。マッカーサーそんなこと言ってたんですか？そうです。全部記憶が全部残ってますよ、それ。どのレベルの地位に立てば宇宙人とかそういった情報開示されるんですか？大統領はみんなある程度。 SAP
ご存知ですか？ SAP？ SAP っていうのがあって、要するにこれは大統領とかに教えなくていいよっていう区分けするんですよ。情報のランク付けするんですね。で、この人に教えても有害だ、人気が過ぎてるとこれやめなきゃいけないからこいつに教えちゃいけないっていうことは一切教えない。そういう法令があって、それに基づいて実は大統領に教える教えないっていうのがあるんですよ。でもよく有名なアイゼンハワーが密会してたみたいなって。アインシュタインは間違いなく墜落した円盤の中に入ってますよ。当時の市長はシェリー・ライト。彼女と一緒に行くわけですよ。中に入って推進原理とかを探るんですね。シャーリー・ライトが亡くなるちょっと前に全部暴露しちゃった。音声データ全部残ってます。残ってるんですか？残ってます。それ世に出てないですよ。僕ちょっと出しましたけど。出したんですか？出しました。実際の声、生の声あるんですよ。実際お聞きしたんですか？私はアインシュタイン博士で行きました。そこに座ってた生きてるエイリアンがいたんで、その生きてるエイリアンが私の脳裏に語りかけてきました。で、人類はどの程度まで水の中へ潜れるんだ、海中へ潜れるんだ、その深さを聞いてきたっていうんですよ。宇宙人か？そうです。今言いますけど、日本の軍用艦のですね、副艦長、お亡くなりになったんで喋っちゃうけど、その副艦長が、UFO と遭遇したわけですよね。で、日本は何をやってたかというと、フランスで作ってる核燃料を日本へ持ってくるときに護衛艦やってたんですよ。だからベトナム沖来たときに、これが円盤だとすると、船この程度なんですね。で、これくらいめちゃくちゃでかいじゃん。下から船ごと持ち上げられたって言うんですよ。その瞬間に機関停止ですよ。で、エンジンが止まってすぐ機関室走ってったら何が起こったかというと、天井がものすごく高いはずなのに目の前に天井があったって言うんですよ。要するに空間がぐーっと圧縮されてて、すべてオレンジ色の火花がバンバン中で飛んでたって言うんですよ。で、スッと下ろされて、みんながこう甲板から見てですね、なんだこれ下にいる光ったやつはつって、ものすごい速いスピードで遠くへ去って、上空にものすごいハイスピードで飛び立っていくんですよね。それを全員が見るんですよ。ところがおかしいのは何かというと、帰ってきて護衛艦に乗ってた関係者がもうみんな集まって同窓会みたいなことをやるわけですよ。一人ずつ記憶が消えていくんですよ。こんなことあったっけって一人ずつ消えていく。最後まで残ってたのはヘリコプターの機関士と副艦長だけなんですよ。その二人だけが記憶がきっちり残ってるんです。あと全員消えてるんです。だからUFO とかは僕は近年まで見たことなかったんですよ。車で高速道路の前で通りかかったら、高層ビルに工事やってるなと思って、灰色の板みたいなのがいるんですよね。板で、それがぐーっとお腹を見せるわけですよ。四角い長方形の四隅がライトで光るんですよ。ぐっとお腹を見せてくれて、高層ビルと高層ビルの間にこうやって消えていくんですよ。めっちゃでかいですよね。でかい。なんか僕も知り合いがコンクリートジャングルのビルの中にとんでもないでかいやつがいて、ただ周りの方は全然気づいてないんですよ。兄弟2人だけが何あれってもうバカでかい、そのエネルギーのフラクタル、インターフェース技術っていうのを持ってると、そこにだけ光が反射して見えるようにしてやる。他の人は誰も見えない。光の反射で僕たちが見えてる原理と一緒で、この人たちに見せようっていう。そう彼らは光を操ることができるんですよ。伸ばしたり縮めたり。だからその青森県の木村さんの畑を彼らが観察してたってわけですよね。どっから観察してたんですかねって聞くと、200光年ぐらい彼方からそんな遠いとこから見てるわけよっていうわけよ。ちょっと待ってください。地球が誕生して138億光年しかないのに、200何十億光年って先生ちょっとおかしくないですか？だから光のスピードで見るんだったらこれ見えないでしょ。彼らは光を伸ばしたり縮めたりすることができるの。つまり200光年彼方からリアルタイムで見ちゃうんですよ。だから僕らはその原理原則持ってないですね。彼らは次元が同じなんですか？僕たち同じ次元ですよね。ポータル使ったりするんですよね。次元のポータル200億光年離れたところまで行くのに、僕はその木村さんにね、先生何分かかるの？ものの1分かからないんだよってじゃあちょっともう木村さんの話していいですか？奇跡のリングの木村さんですよね。僕まだお会いしたことないんですけど、木村さんとのその出会いはどういった感じだったんですか？僕は当時テレビの番組の制作やってたんですよ。そうですよね。僕はサンフランシスコでアブダクションされた人たちのサポートグループっていう、ちょっと被験者集めてよって言って、中にベンチャーズの元ギタリストの奥さんとか、そういう人たちに一人ずつインタビューしてたんですよね。どういう事件に遭遇したんですかって。で、中の一人の子が金髪の子だったんですよ。UFO の中
中にこうアブラクトされて、中に東洋人見たって言うんですよ。金属製のベッドに身動きが取れない状態で、隣には軍人みたいな体ががっちりとしたやつが裸んぼのままにこう金属ベッドにこう横たわってる状態でも、その東洋人だけはまあ服着ながらエイリアンと2人で歩いてるっていう何かわかんないけど危険はないよ、安心しなさいということをその東洋人が一生懸命言ってたっていうんですよ。これどんな東洋人って聞くと、まあ着てるものはそんなにこう立派なもんじゃなかった。黒縁の眼鏡かけてた、髪をこうざん切り頭というか歯がところどころ抜けてたっていうんですよ。おかしいなと思いながら、僕はまあ30近くになって田舎に帰って公務員とうちの寺を継ぐためにこう帰っていくことなんですね。そうこうしながら、なぜかその農林水産科っていうところに僕は飛ばされるわけですよ。僕の部下が、高野さんすごい人を探してきましたよ。どんな人 ?11 年かかって農薬も肥料も除草剤も使わないでリンゴ作りに成功しちゃった農家が出てきたんですよ。しかもですよ、なんか UFO に乗ったことあるらしいですよ。おいちょっと待ってよ、俺 UFO の番組作ってたからそういう輩いっぱい知ってるけどでも彼はもう真剣なって言うわけですよね。じゃあお弟子いるんかって言いますと、どこにいるの？岩手県の遠野にいる。じゃあ一番弟子のとこへ行って徹底的に調査していこうと言って8人の調査隊を作って、そこへ行って本当に農薬とか肥料使ってないのか全部分析させたんですよ。何にも使ってない。これ本物だと。その木村明則になる人の連絡先手に入れて、直接うちへ呼んで、うちの町に呼んで講演会してもらおう。で僕電話かけて、同じことができるように講習会開いてほしいっていうのを本人にこう申し入れして、電話で話してる時に、自然界には特許がないので私教えますって言われたんですよ。この人本物だと思ったんです。偽物を抱えるんですよ。これは俺だけの企業秘密だからおめえには簡単に教えないってやるんですね。これは偽物なんです大体で、初めてお会いした時に UFO の話になっちゃったわけですよ。まあ気になりますよね。僕はそのロサンゼルスの話した時にって顔されて、ご飯を奥さんと一緒に食べてる時に、その僕が作った番組を見た時に金髪の子が出てきた。この子知ってるっつって大騒ぎしてるんですよね。お父さんなんでこんな金髪の子知ってんの？確かに。だって円盤の中であったもんって言ってる。で、あの番組作ったの高野さんだったの？そうです。メガネかけた東洋人。私って言われたんです。それからですよ。ちなみに、その金髪の女性と木村さんは実際にお会いしたんですか？その後ですか？いや、所在が分かったんですよ。分かって？今アメリカにいない。どこにいるんですか？フランス。フランス？まだ会ってないです。あ、まだ会ってないんだ。フランスは鍵になるんですね。必ずそのアメリカに対する対抗っていうかですね、ライバル心を燃やすのもフランスなんですね。フランスの国立宇宙研究センターですね。まあヨーロッパでいう NASA みたいなところですよね。クネス。その下部組織にゲパン、未確認空中現象調査機構、要するに UFO の調査機関があるんですよ。あるんだ。その指輪キリアン総裁がですね、日本に来日した時に、僕富士山系グループのインタビュアーとしてインタビューしたんです。要するにアメリカだけに独占させたくないって言うんですよ。フランス結構じゃあ進んでるんですか、そういった意味では。そうですよ。その女性もそこにいるんですか？ちょっと木村さんお会いしてほしいですけどね。合わせようとしたことあるんですよ。絶対合わせたくないですか、それ。時が来たら多分日本で木村さんとその女性に会ってもらうって話をして。ねえ、彼合計どれぐらいアバストされてるんでしたっけ？何回も。数えられない程度。1回じゃないですよ。去年の5月ぐらいかな。青森空港で僕お迎えしたんですよね。北海道から青森空港来て、空港から降りてきた途端に、高野さん、タバコ吸いに行こうっつって、いきなり外のタバコ部屋行った時に、突然語り出すんですよね。私、彼らと何回か会ってるうちで、ちょっと待ってください。先生、1回じゃなかったのっつって。何回か会ってるうちに教えられたのよ。これから大変なことが起こるからなんか言い出すのよ、突然。それ去年ですか？去年ですか？2025年大変なことが起こるのよって言い出すのよ。そう、カレンダーみたいなのも見てますもんね、確か。紙みたいな、石板みたいなもんですよね。石板なんだ。そうです。1枚ずつ教えて枚数数えるってわけですよ。とんでもない量の2000何枚あるわけですよ。でそれを数えるといった、まあ、エイリアンがソクラテスみたいな「あれギリシャ人だよ」なんかいうぐらいの。そうなんだ。もう本当にエイリアンしてない。これ以上先はないと数えたっつって、これは何でしょうかってこう聞
聞いちゃうわけですよ。でそれがお前たち地球人のそのカレンダーなんだ、これから先はないじゃないですかって言ったら、このまま行くとそうなるっていうことをこう告げられちゃうわけですよね。これ木村さんはその枚数を絶対言わなかったんですよ。先生なんで言わないのって聞くと、いやこれ言うと私死ぬかもしれない中言って3年ぐらい前まで語らなかったんですよ。割と本当最近までじゃないですか。そうで能登半島のその白衣っていうところに来てですね、先生、いろんないいお酒集まってきましたよってやってる最中にカレンダーの前さ何枚なのよってポロッと言っちゃうわけですよ。ちょっと待ってくださいよ、言ったら死ぬとか自分で言ってくるのなんで今言うわけよって言ったら、あ言っちゃったって、これあと枚数ないですよねっていう話で、実際何枚だった2032枚なんですよ。2032枚、はい、2032年ってことですか。そう全然ないじゃないですか。ない、全くない。まあデッドラインですね。デッドライン。要するにそれを過ぎてしまっていくら努力してももうなるほどね、ダメだっていう意味なんですよ。人類のその文化文明が終焉を迎えるっていうんじゃなくて、もう飽和状態に来てしまって、ここの地点を超えてしまうとこもダメだよっていう地点なんですね。それを超えたらもう戻れなくなる。もうアウトっていう。なるほどね。だから例えば温暖化といっても、ね、二酸化炭素じゃないですから、全く違いますよ。だってその前はフロンガスといって大騒ぎしたじゃないですか。コロコロ変わるんですよね。原因分かってるんですよ。亜酸化窒素なんですよ。亜酸化窒素ガスって何かというと、簡単に言うと肥料ですね。なるほど。肥料をまいたらそれが亜酸化窒素ガスに変わるんですよ。これ温暖化温室効果としては二酸化炭素の40倍以上あります。40倍とこれ300倍だ。もうそれじゃないですか。300倍。肥料メーカーってのは軍事メーカーですよ、もともと。これも結局利権問題なんですか。そうです。金儲けですか。もともとそのグリーンリボリューションといって緑の革命と言ったのはロックフェラーですよ。メキシコ政府と組んで農薬と肥料を使って生産調整きれいにやっていきましょう、世界中から飢えをなくしましょうなんつったのは彼らですよ。その常識を彼らが作って金儲けをしてるってことなんです。そうです。だからそれいらないって言い出すと木村さん殺されかけたというか、やばいですよね。いや黒人と白人の体でっかいやつに両腕掴まれて、娘さんの実名3人と奥さんの実名言われたんですから、家族はあなただけだと思うなっていう。小野洋子さんが石川さんが書いた奇跡のリンゴっていう本をアメリカで出版しよう、大手ですよ、大手。原稿は出して全て翻訳かけて契約も結んだのに一つも印刷物が上がってこないっていう事実に気がついたんですよ。進まないんだ。で彼女おかしいと思って探偵を使って調べたら、モンサント社っていうところが横やりいてて出版差し止めしてたってことが分かったんです。そしたら慌てて日本に電話かけたんですよ、木村さんのところの電話。これ出るわけよ。小野洋子ですって。小野洋子だって言うわけよ。とにかくあなたアメリカ絶対来ちゃいけない。あなた確実にされるからっていう警告だったんですよ。で小野洋子さんは奇跡のリンゴ、そのミラクルアップルっていうのを彼女のブログで全部無料で公開することにしたんですよ。モンサント社がそこまで手伸びてくるんですか。一番怖かったんでしょうね。農薬いらない、肥料いらない、除草剤いらないですから。彼ら結構問題起こしてますよね。除草剤とかでがんになる。マンハッタン計画の燃料を用意したのも彼らだし、ベトナム戦争のエージェントオレンジ、あれも彼らだし、ポリ塩化ビフィニル PCB、それも全部彼らだし、 DDT も彼らですよ。これまで作ってきたものは何かというと、彼らは全て大量破壊兵器なんですよ。だって遺伝子組み換え大量破壊兵器ですよ。だって日本人はどうして大豆、小麦、トウモロコシだけでも1000万トン以上日本に入るの？誰も文句言わない。一番の陰謀ですよね、その食の。米国内は流通禁止になってて、日本はそれを全部受け入れちゃってるってことなんですよね。僕もなんかちょっとそっち系の活動もしていきたいと思ってたんですよ。オンラインサロン持ってて。自然栽培やってください。本来の食べ物に戻してやらないとダメなんです。だから僕木村さんのリンゴ見て最初疑ってですね、自分で実験やってみてびっくりしたのは何かというと、腐らない。腐らない。すごいな。食べちゃいけないものは腐るんですよ。今多分スーパーで買ってきた野菜全部腐る、大体。そうなんですよ。でも自然栽培腐らない。枯れるんです。本当に奇跡じゃないですか。いや奇跡じゃなくてそれが普通なんですよ。それが普通なのか。本来は普通なんです。それちなみにいつまでそういった暮らしをしてたんですかね、日本人は。一応してたはおそらくしてた。江戸時代。江戸ぐらいまで戻んなきゃいけないんですか。日本人が作り上げてきた農業の基盤とか基礎とか農業書ってあるんですけど、それは本当にすごいほぼ完成してるんですよ。ところが明治維新以降、いや欧米の方が正しいんだ、欧米が素晴らしいんだと言って、それを思想を取り入れちゃうわけですよね。そっからおかしくなってきてる。オランダから来てたとかイギリスから来てたとか、アメリカから来てたっていうんだけど、同じ民族じゃないですか、全部。確かに。アメリカにいたんですよ、簡単に言うと。そうですよね。オランダにいた
まあでもその食に戻りますけど、その水面下で僕たちがやれることをやっていけばね。敵はいないんだっていう考え方なんですよ。世界中の中に敵はどこもいない。これ仏教思想なんですよね。だからヨーロッパや欧米のものの考え方では世界は救えない。もう善悪二元論に分けたやつはもうダメなんですね。で、宇宙人がもしいてもいいじゃないかって考えるのは仏教なんですから。あ、仏教そうなんですか。全く。だって僕らその朝例えば僧侶として勘定するときに、慎みをやまって勘定し立てますなんてこうやるわけですよ。南無文殊普賢弥勒夜光幽世明王観世論と釈迦多宝来の大言の去ったって言うんですよね。これどういう意味かというと、他の星から来たって意味ですよ。入ってるんですね。もう最初から。だから観音様って他の星から来たのってそうです。弥勒菩薩って他の星から来たのってそうです。弥勒菩薩が結構みんなね好きでお話に出るんですけど、はい、弥勒仏っていうのは、例えば漢字で書いたら567って書くんですね。って書いて弥勒、369じゃなくて567、まあ足しても同じ数になるんだけど、でそれに仏教でいうと整数っていうのがあって、仏教整数っていうのは33なんですよ。じゃあ555足す666足す777に33を足してみてください。いくつですか31。さっきの。そうです。さっきの。そうです。木村さんが見たカレンダーの枚数と同じになるんです。もう決まってるんですか。そうです。怖っ。もう決まってるんですか。弥勒様。そうです。ほう、その時に降臨してくるんですか。今直接話ができる子は一人いるんですよ。弥勒様とネパールの山奥の中にいるんですよ。それを育ててきたのが日本人の僧侶なんですね。何が起きるんですか。今中国共産党が、自民解放軍がとにかくネパールの国から一歩もその政治を出すなと言ってネパール政府にめちゃくちゃ圧力かけてたんですよ。で彼はパスポートはもらってるんだけどビザの発給が一切されない。その6年間何も食べないでこう木の室でこう座ったままで、その子が弥勒と一問一答するっていう、中国政府があんだけ圧力かけるっていうのは本物ですよ。僕そう思ったんですよ。ね、まあそうですよね。確かに中国結構そういうところに目つけるっていうか。一個戻って、2025年。これがね、ホピ族の予言とありますよね。僕役所にいた時にそのホピ族の酋長だとかナバホ族の酋長だとかインディアンを後ろに携えてなんか歩いてくるわけですよね。大事なメッセージがあるのでお伝えに来たんですよっておっしゃるんですよね。メッセージっていうのは2025年マジっすか。ホピ族の方々も。いやホピ族の予言なんです。元はそうなんですか。そうです。ホピ族に伝わる予言なんですよ。あったっけ。青い星が。青い星はありました。青い星なんです。それがねまた木村さんとこうピタッと切っちゃうんですよね。木村さんを2025年って言うんですか。それ彼はどこでそれを。いやだから宇宙船の中で彼らと何回か会ってるうちにと言って木村さんが緑の星が出てくる。何それ。で先生緑の星ってこれホピの予言とよく似てんじゃないですか。似てる。日本人は青のことを緑って言ったりするんですよ。どっから出てくるの先生それ。木星って言うんですよ。木星？木星は衛星持ってるんですよ。あれは一生懸命になって飛んでくるのをパッパこう捕まえてくれてるんですよね。飽和状態になった時に僕もうこれ以上僕持てないわっつってリリースするんですよ。それが来るんですか。そのリリースされたのがどうも2025年地球の近くかすれ飛ぶらしいんですよね。ぶつからないにしろ。それとんでもない被害が。38万キロ離れた月でさえあの距離にいて潮の満ち引きありますもんね。関係するんですから、その中間地点でも飛んだ場合でも大変なことになるんですよ。天変地異みたいなことが起きちゃうんじゃない。まあおそらくそうでしょうね。ちょっとこれどう楽しみですよね。だから楽しみ。NASA が今その惑星の軌道を変えたりとか ありますよね。去年の暮れぐらい結構声がでかくなってギャー言い始めたじゃないですか。ミティオライトの方向を変えたりするのにもうじゃあ分かってる。そうです、分かってます。表に出して言わないだけですよ。議員さんとかスーパーゼネコン系の社長さんとかも、もうみんな耳に入ってるらしいんですよ、何かが起きると、大阪万博のテーマの一つがですね自然栽培なんですよ。そうなんですか。事務局長の酒井君っていうのはうちに何年も前から相談しに来て、食の未来って日本人が見せることができるのは自然栽培しかないですよって。いや酒井さんこれにしてくださいって。で僕も木村さんもその自然栽培で食を戻すことができるんであれば最大の努力ってごしみませんのでって今線と線がつながっちゃいましたね。木村さんがやろうとしてることそして自然栽培っていうのを世に出されちゃ困るって人たちがいるっていうのはよくわかるんです。今じゃもう決まってるんですかそれで。2025年
止めたい勢力がいるってこと？そうそう。あれご存知ですかね、高野さん、予知夢漫画。東日本大震災を予知夢して漫画に書いてて、実際1999年に出版されたもので、その方僕実際お会いしたんですよ。ああ予知夢ノートっていうのを実際見させてもらって、うんもうバーって今までの書かれてるんですよ。とんでもないものが2025年来ると。うんドンピシャで日付が出てて、うん2025年7月5日、うんフィリピン海の下の方ですよね、島が隆起するって言ってるんですよ。うんうんそこでとんでもないおそらく津波が起きて、下のあの辺がつながるみたいな話があって、おそらくその星が近づくことによって地殻変動が地殻変動が起きて誘発されて火山活動が活発になってっていうのがあるんですよね。再三七難、3つの災いと7つの難が来るってこれは鎌倉時代からもずっと書いてある予言なんですよ。で日本にはその他国侵筆、他の国が攻めてくる、領土を攻めてくるとか次回翻訳が起こるとか疫病来たりとかって書いてあるわけですよ。で僕ちょっと信じじゃなかったんですよ。そんな予言なんて当たるわけねえなって思ってたら全部ことごとく当たってきましたから。次がこの天変地異ですよ。天変地異を来たりと書いてありますから仏教ではそのウィの世界って言うんですよね。原因と結果がある世界なんですこの宇宙っていうのは。神仏の世界っていうのは無為って言うんですよ。因果律、原因と結果ないんですよ。始めもなき終わりもなき世界なんですよ。無為の世界とウィの世界なんですね。はあ。で僕らここに閉じこもってるわけですよ。ウィの世界。はい、これ面白いのが仏教を学ぶと最新の科学と書いてある。ほぼ一緒なんですよね。全部書いてあるんです。その西洋科学で言われてきたことがここ最近量子力学とかが出てきてようやっとみんながあれってなっておっしゃる通りです。本当にそうなんですよね。量子力学の世界はもうすでに仏教で解いてるんです。そうですよね。その人間が観察した時見て認識した時にその現象が起こる、起こるっていうその観測だから意識とですね物質とエネルギーが3つ等価なんだと解くんですよ。意識が物質化しますよ、意識がエネルギー化しますよ。要は自分の意識があって初めてこれが存在してるよっていう。そうです。もう3時間ちょっと待ってそれで言うと米軍が最近どんどん、つい1ヶ月前もはい UAP 調査をしてた方が告発してどんどん開示し始めて、ちょっと気をつけなきゃいけないのはかつてその内部告発かなと思った途端に実は違ってましたっていうなんちゃって事件って山ほどあったわけですよ。マジェスティック12っていう現役の軍人がですね偽文書をまことしやかにこう出して世間を信用させてでそれは実は嘘だピョーンっていう最後になっちゃうわけですよ。今回開示されてるようなこととかもワンチャン時間が過ぎると普通はねあれやる前に大体くれるんですよ。ただ面白いのは何かというと許可を得たっていうんですよね国防総省の。今回の人そうなんですよね。機密の公聴会であれば本物だよっていう。機密じゃないですよね。オープンにした公聴会であれば、違う。まあ、違うのか。だからこれ前も一回やってるんですよそういう。だからこれを公開することによって宗教が政治経済ありとあらゆる面にものすごく影響を与えるわけですよ。地球人よりも高度な知性体が他にいたってことになっちゃうんです。だから仏教は全然仏教って宇宙的なんですよ。めっちゃくちゃ宇宙的。ね。ちなみにそこと関係してるのか分からないですけどファティマ第3の予言質問したっていうのを確か本で見かけたんですけどガスパリ大至急とかに直接聞いたことありますよ。答えてくれない。答えてくれない。あるにはあるんですかね。まあそっとしたなんて話ありますからそれですよね。言っていいのかななんか全然 P もちろん本当には世界最大の偽キリスト教団なんですよ。それを見てそっとしちゃったんですよ。悪魔を崇拝したりしてますから。してますよね。やっぱ陰謀的にもよく言うじゃないですか。サタニストじゃないですけど、ああいった連中が。ただ UFO に関してはものすごい情報の収集してますね。図書室に眠ってるんですかね。根幹を揺るがすようなことになるんで。全部それを伏せていかなきゃいけないってことですよね。やばい、もう3時間話してる。なんか最後に言いたいことでなんでも僕も海星塾って塾やってるんですよ。そうなんですか。主にどういったアメリカ政府の中のそういう活動だとか日本政府の中のどういうブリーフィングを受けてきたのかだとか。ちょっと人気な塾になっちゃうので皆さんぜひそれからコスマイル白衣っていうところもぜひお越しになっていただければ。本当に今行きますよ本当に。ぜひ僕全部ご案内します。嬉しい。で公開されたアメリカの軍の資料だとか全部あるんで行きましょうみんな。 FBI から CIA から NR の資料まで全部持ってます。超行きてぜひ。いや今日は本当にねめちゃくちゃ本当に僕の一番好きな宇宙人とか UFO について話してたので最高に楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました、本当に。じゃあそんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。